まず最初の輪を作るので、指に糸を2回かけます。糸が交差している部分を持って外し、編みやすいように持ち直したら、輪の中にかぎ針を入れ、糸をかけて引き出します。編み付けの鎖編みを1つ、糸は引き締めておきます。1段目、立ち上がりの鎖編みを1目。次は輪の中に細編みを編んでいきます。全部で6目を編みましょう。編めたら一度針を外し、糸端を少しずつ引っ張ります。次は動いた方の輪を糸端の根元から引っ張ります。輪の中心が完全に縮まったら、再び糸端を引いて、もう一つの輪も引き締めます。これで輪が締まりました。輪が締まったら、最後に引き抜き編みをします。再び針に糸を通したら、最初の細編みに引き抜き編みをします。1段目の完成です。2段目は立ち上がりの鎖編み1目編み、その根元に細編みを1目編みます。次の目には細編みを同時に2回編んで増し目をします。次は細編み1目、増し目を交互に編んでいきます。あと2セット、細編み1目、増し目を繰り返しましょう。最後の2目です。細編み1目、増し目を編みましょう。そうしたら次は最初の細編みに引き抜き編みをします。これで2段目の完成です。3段目、立ち上がりの鎖編み1目編み、その根元に細編みを1目編みます。次の目には細編みを同時に2回編んで増し目をします。次はまた細編みを1目。そうしたらまた細編み1目、増し目、細編み1目の順に編んでいきます。次は2セット目の増し目。2セット目最後の細編み1目。3セット目の細編み1目、増し目、細編み1目を編みましょう。編めたら最初の細編みに引き抜き編みをします。これで3段目の完成です。4段目も立ち上がりの鎖編み1目編み、
その根元に細編みを1目編みます。次の目からまた細編みを2目編み、次は細編みを同時に2回編んで増し目をします。そうしたらまた細編み3目増し目を繰り返します。2セット目の細編み3目、次は2セット目の増し目、最後3セット目の細編み3目増し目を編みます。編めたら最初の細編みに引き抜き編みをしましょう。これで4段目の完成です。5段目、立ち上がりの鎖編み1目編みます。その根元に細編みを1目、ここからは増減なしで細編みを14目編んでいきます。先ほどの細編みと合わせて全部で15目になると思います。これを8段目まで繰り返し編んでいきましょう。編めたら最初の細編みに引き抜き編みをします。これで5段目の完成です。8段目までスキップします。8段目まで編み終わりました。9段目にも立ち上がりの鎖編み1目編みます。その根元に細編みを1目、次の目からまた細編みを2目編み、合計3目編みます。次は細編みの2目一度です。1つから糸を引き出し、2つ目からも糸を引き出します。針に3つループがかかったらすべて一度に引き抜く。これで2目一度ができました。そうしたらまた細編み3目2目一度を繰り返します。2セット目の細編み3目、2セット目の細編み2目一度、3セット目の細編み3目2目一度を編みましょう。編めたら最初の細編みに引き抜き編みをします。これで9段目の完成です。10段目は立ち上がりの鎖編み1目を編み、その根元から細編みの2目一度を編みます。次の目以降もまた2目一度を編み、合計6回の2目一度を編みます。
次が6回目の2目一度です。編めたら最初の細編みに引き抜き編みをします。これで10段目の完成です。11段目には尾ひれを編んでいきます。まずは鎖編みを3目編みます。次は同じ根元に長々編みを2回。長々編みは針に糸を2回巻きつけてから編み始めます。目に針を入れて引き出したら針先から2ループずつ引き抜きましょう。合計3回目2ループずつを引き抜いて、これで1目完成です。もう一度同じところに長々編みを編みます。編めたら鎖編みを1つしてから、次は隣の2目目にまず長編みを1回編みます。同じところに長々編みを2回。また同じ目に長編みを1回編みます。これで2目目が編めたので、鎖編みを1つして、3目目にはまず長々編みを2回。続けて鎖編みを3回して3目目に引き抜き編みをします。これで前半の3目が編めました。後半の3目にも同じ編み方で尾びれを編みましょう。編み地をひっくり返して後半の4、5、6目を確認します。まずは4目目に引き抜き編みをして移動します。先ほどと同じく鎖編みを3目から始めて、次は同じ根元に長々編みを2回編みます。編めたら鎖編みを1つして、次は5目目にまず長編みを1回編みます。同じところに長々編みを2回。また同じ目に長編みを1回編みます。次は鎖編みを1つだけ編み、6目目に長々編みを2回。
続けて鎖編みを3回編んだら、最後6目目の根元に引き抜き編みをします。これで11段目が編み終わりました。そうしたら糸を長めに残してカットします。糸を引き出しておきましょう。最後に尾ひれの根元を縫い合わせていきます。糸が緩まないように一度内側に針を通します。次は反対側に針を渡したら、開いている尾ひれの穴を埋めるようにジグザグに針を通していきます。端から端まで縫い合わせたら糸端を隠していきます。針を内側に通して糸が密集しているところに糸端を通していきます。ある程度隠せたら魚の頭に向かって針を通します。そのまま外に出したら余分な糸端を切りましょう。糸端が内側に隠れるように押し込んでおきます。これで完成です。お疲れ様でした。チャンネル登録と高評価お願いします。